すごいよ、アホって。7月7日、県民局長忍ぶ会。県民局長忍ぶ会なんかやらないよね。斉藤元彦はアホなので、この予言は当たると思いますけども、県の財政が破綻しそうです。痛みを伴う構造改革が必要なので、県職員の解雇と県職員の給料を下げる改革を断行しますという大義名分で、自ら失職して知事選挙をもう一回やってきます。多分、この明けた4月、来年4月の統一地方選挙の県議会議員選挙に向けて、兵庫県の財政が破綻するから、職員の給与を削減するしかないという掛け声でやってきます。今日なんですけど、やりますからね。やるためにこんな早起きてんねんから。今日何をやるか言うたらこれをやります。斉藤県政で失われた命への追悼と市民に向かう口封じへの抗議表明ということで、これはまあ、政情会側の告知ですけども、2026年7月7日火曜日、今日です。兵庫県庁2号館前に16時集合。スタンディングは16時半から18時半。洋装和服を着用のこと。プラカードは1種類だけです。この斉藤元彦は人殺しのプラカードだけです。これだけを持って喪服で立つということです。で、これ、今日16時に来れる人は来てください。喪服で来てください。洋装喪服のみです。で、プラカードなくても、現場には200枚の用意がありますので、来てください。さっきこれお見せしたのは、マッツの政情会側からの告知ですが、共同主催者の僕としては、ここに黒サングラスと黒マスクはありって書いてありますが、そんなんせなあかんかったら来るなっていうのが俺の本音です。で、それともう一つ許せれないのは、靴がピカピカでないと許せませんので、東京から持ってきましたから。靴磨きの道具。ちょっとでも汚かったらその場で自分で磨けってこれ渡しますから。ね。だから持ってきてますから。靴汚いやつはダメです。どれぐらいダメかっていうと、これですね、水谷さんのことを誰かが褒めてこんなこと書いてくれてましたけど、水谷さんの映像がすごいっていうツイートにこんなことが、水谷さんやっぱプロはすごいなと、あと4枚目のスクショのプチのメモ書見てなんか物腰はなんでやろうとか言ってるんですが、これは斉藤元彦支持者ですけどね、プチ競泳中、58歳。靴汚いやつは何さしてもダメっていう、はい。靴汚いやつは何さしてもダメです。その靴は確かに会社員でなきゃダメよねっていう靴は確かにあることは認めるので、会社員をダメだと言ってるわけじゃないけども、会社員にすべきでない靴を会社員にしてるやつと、靴汚いやつは何さしてもダメです。逆に言うと、会社員ってわからんかな。池袋にある、それサンシャインですね。会社員ってこれです。今見せたら混乱するからやめとこう。もうわからんかったらわからんでええよ。いわゆる鏡面仕上げいうやつね。あれにしとるやつとね、線で靴をそうしとるやつね。なので、4時に喪服で、来てください。で、なぜ喪服かの理由っていうのはここに書いてあります。Citizens dress in black, the color of resistance, and in the Japan also the color worn for the day. 黒というのは抵抗運動の象徴ですし、日本の文化では死者を悼む色でもありますから、両方の意味がありますよということで。ただそれだけのことですからね。3人来たら勝ちです、俺の。ちょっと不安なんですけどね。もうちょっと田舎の人が地団打踏んで嫌がるかなと思ってるんですけど、今、混乱的なやつもあんまり騒いでないですし、騒いでんの反斎藤の奴らだけなんで、なんか失敗したかなと思ってるんですけど。何百人も来ないですよ。多分4、5人です、来ても。で、ドレスコード間違えてたら俺返すし。いや、無理やったら来えへんかったんやし、嫌やったらこうやん。いや、こうへんって。そんな来えへんって。分かってへんもん、みんな。言論弾圧としても。俺、何度も言うけど、俺はええけども、南波さんと中道さんをやったのが、言論弾圧として、ほんまに悪質なファシストムーブやってこと分かってへんねんもん。なんかあれやろ、通俗道徳に絡み取られて、知事様に対して人殺しなんていう下品な言葉をかけること自体が間違いだっていう、通俗道徳に引っ張られすぎやねん。分かってへんねんって。これが最悪の戦後初めて見るぐらいの
最悪の言論弾圧事件だって。南波さんと中道さん来るわけないやん。そこで南波さんと中道さんが来るだろうと思う段階でおかしいねんって。てか、俺が呼びかけてる段階でおかしいねんから、こんなもんあったら普通みんな立ち上がんねんって。立ち上がる県民が少ないから立花みたいなやつに調子乗らされてまうねんって。こんなもん、報道された日からもうずーっと県庁の周りにピケ貼っとかなあかん。で、岸和田はすっごいまともやったんよ。福井歓喜が選挙出た時に、ああやって岸和田の地元の人が、お前どこでパーマ当ててんねんなって聞くっていう、岸和田のまともさが兵庫にないってだけの話ですよ。で、それは兵庫がスタンダードじゃなくて、兵庫だけが異常なの。岸和田ではそうできとんやから。大阪では。できてへんの、淀川の周辺だけですよ、大阪で。で、その兵庫は異常やと、なんで立花みたいなのが来んねんとか、斎藤みたいなのが知事してんねんって、それはお前らのせいやねんって。南波さんと菅野は別にええよ、言論人やねんから。ええことはないけども別にええよ。せやけど、南波さんと中道さん行ったって言うたら、そんなもん鳥も鳥など晩飯食うてたら橋落として走り出して県庁の前に行かな。なんで7日になったかやと、俺が月曜日どう頑張ったかって神戸来られへんからやからね。そもそも。誰も呼びかけへんから、普通そんなもん、県民が怒るやろうと。いや、これもう今になって正直なこと言うけど、そもそも元彦があんなことしたって言うたら、おかしいやろって、どんなやつでも怒らなあかんはずやねんて。で、これ誰かがやるやろ思うとったんや。で、誰かがやるやろ言うて電話かけたらマッチョしかおらへんかったんや。やってるやつ。やらなあかんな言うて。いや、だから、7日に県民局長、痛むとかね、それはあんまりどうでもよくて。いや、言論弾圧なんですよ。いや、分かってんのそれ。知事は明確に県民にこの言葉を使うなって言うてんねんで。その言葉がなんであれ。で、しかもそれが受任限度という知事の主観的判断によって言葉の採用と不採用が決まる言うてんねんで。いや、よう考えてみいや。ありえへんねんって。受任限度って言葉ですよ。で、その言論弾圧に抗議活動が南波さんと中道さんも刑事告訴されてたってニュースが流れた瞬間に誰かが立ち上がるかな思ったら、誰も立ち上がらへんねん。怒らなあかんのよ。で、何気にしてんのこれで。自分が人に好かれるかどうかとかいう意味のわからん価値判断でしょ。ね、言論弾圧の前にして自分が人からどう見られるかなんて考えてんでしょ。そんなもん断固たる処置を取るしかないでしょ。で、そこで立ち上がる奴がおらへんから、とか、知事が刑事告訴したから知事ムカつくけど人殺しという言葉使わんとこうとか思ってるような意も引く奴が多いから、立花隆みたいな奴が兵庫だけ流行るという恥ずかしいことが起こるんですよ。東京持って行ったもん、オワコンもオワコンもオワコンやのに。昨日も千代さん言ってたけど、このまま言ったら立花北区から選挙出るよ。県知事選挙。いや、そらそうでしょう。だってさ、一般市民である南波さんと中道さんが知事から刑事告訴された言うて、これは偉いことや言うて、もうとりあえず一番嫌がることをやったらなあかんっていう普通のことできるやつがおらんねんもん。それ異常やって。それ立花が異常なんじゃないんですよ。産経新聞が神戸新聞が菅野に引き続き菅野はええけども、一般市民も訴えたっていうことで、って言うてない人らがおかしいねんって。千代さんよう言うてるやん。NHK 撃退シール貼ってる絵、訪問販売詐欺の標的になってんねん。だってそらそうやね。NHK 撃退シール貼ってたら、NHK の集金に帰って呼んでるっていう単純なことさえ分かってないアホやねんから、訪問販売の詐欺からしたらカモやんか。名簿いらんねん。昔訪問販売詐欺ってのは大概名簿に基づいて言ってたんやけど、歩いててそのシール貼ってたら、ここの家の人アホやってことは分かるから、そこへ行ったらええわけですよ。で、兵庫県は県としてそうなってんねんて。で、そのシール貼ってんのと同じ効果というのは、産経新聞が神戸新聞が南波さんも中道さんも訴えたって報じた瞬間に、おいっていうやつがおらへんかったらあかんねんて。一人でも二人でもええねんって。おらんかったやん。だって岸和田の人らはキレって立ち上がったんやから。だんじり引っ張ってる人らが。地元の人らが。外から誰かが来て先導したんちゃうよ。地元の人らがおかしい言うて立ち上がったんや。
立花なんかあかん言うて。それできてへんやん。で、変に上品に言おうとしてるのじゃ単なる田舎者なんですよ。おかしい。言論弾圧やと思ったよ。人間関係でしか処理できひんねんって。物事、田舎者やから。喧嘩の弱い中学生みたいになってんだよ。タイマになりかけてメンチ切り予定を最中に、おい、お前、中学そこやったら、田中さん知ってんちゃうの？あ、田中さん知ってるよ。俺の先輩や。マジか。言うて、急に人間関係で仲良くなる。田舎の喧嘩の弱い中学生みたいになって。もうダメですよ、それは。いや、身に火の粉が降りかからないとわからないっていうのはおかしいですよ。だって、南波さんと中道さんが知事から刑事告訴されてるってことは、あなた兵庫県民に火の粉降りかかってんのよ、もう。自分の身に火の粉がかからない限りわからないではないです。そうじゃないです。自分の身に火の粉が降りかかってることがわからないんです。すごい構造化して言うとね、兵庫県知事はツイッター見てて気に食わん表現があったら刑事告訴するんですよ。で、その刑事告訴にするかどうかの判断は、受任限度という主観ですよ。それ、行政職者が。それおかしいと思わへんのは、おかしいよ。いや今さっき貼ってくれたもうこんなことをもう自分でも言うのもなんやねんけどもね、もうちょっとほんま恥ずかしいなと思うんやけどね。斎藤元彦の支持者やからアホなんで、アホにアホを言うたかってしゃあないんですけど、アホをアホと表現することにあまり意味はないんですけど、いやいやもうさ、ちょっとさ、お前ら、どうやって生きてきてんと思うわけ。例えばこれね、さっきの俺の英語の通知なんだけど、ブラックアウトスタンディングって書いてあるの。で、このブラックアウトスタンディングを多分ね、ここの翻訳を表示をしたんやと思うの。停電デモって出るんですよ。これはだから、この翻訳が悪いんですけど、ブラックアウトってさ、確かに停電もブラックアウトって言うんですけど、なんで停電をブラックアウトって言うかっていうと、停電したらどうなる？あたり一面真っ暗になるでしょ？で、黒く塗りつぶすことをブラックアウトっていうの。なんでもブラックアウトって言うんです。で、酒飲んで記憶飛ぶこともブラックアウトっていうの。で、公文書が黒塗りのこともブラックアウトっていうの。頭殴られて気失って倒れることもブラックアウトっていうの。で、黒ずくめのこともブラックアウトっていうの。だから停電のことをブラックアウトっていうの。で、このブラックアウトっていうのは社会運動の基本なんですよ。もうちょっとほんま恥ずかしいねんけど、もうジョージ・フロイドの件の時とかあったでしょ？何を見て思ってんの？何を見てたの？西側の人間として北朝鮮が怖いとか中国がムカつくとか言うときながら。西側の人間として何を見てたわけ？あなた方はこの10年間。これブラックアウトテュースデーって運動があったんです。中国怖いんでしょ？で、北朝鮮ムカつくんでしょ？で、韓国ムカつくんでしょ？ねえ。で、自分らはアメリカの仲間なんでしょ？なんでアメリカの文化知らんの？大丈夫？ジョージ・フロイド事件があった時にね、ジョージ・フロイドがされた時にね、いや、だってあなた方自分たちは西側やと思ってるんでしょ？中国とは違う、北朝鮮とは違うと思ってるんでしょ？こんなもんお前、ジョージ・フロイドの時にみんなが黒い服着て立ったなんてお前らそんなもん西側やって当たり前のことやんけ。ジョージ・フロイドはどうやって殺されたんや？ジョージ・フロイドはどうやって殺されたの？で、ジョージ・フロイドどうやって殺されたよ？あれ職務質問の時にぐりぐり押さえつけられたんでしょ？職務質問なのに武器も持ってないのにもかかわらず黒人だからっつって。あれの3人の警官は後にそれこそ刑事罰を受けてますけれども、3人の警察ね、警察のやったことは、警察権の間違った発動でしょうよ。中道さんと南波さんを刑事告訴する言うて、昨日取り調べあったらしいけども、それもその段階で警察権の間違った発動ですよ。何が違うの？いや、ほんでその時にさ、全米の文化人と音楽人が、あれ火曜日やったから言うて、ブラックアウトテュースデーっていうのがさ、観光化してるって、ここ20年の社会運動の基本のキーでしょ？西側の。
ロシアと中国の仲間じゃない国にとって、一般市民の一般常識でしょ。いや、それが兵庫県民に欠けてるんやったら何かがおかしいよ。でも何かがおかしいです。ずっと言うてるように、みんな、米津とかアドとか聞いてんのに、兵庫県だけ郷ひろみの僕たち男の子が流行ってるぐらい変ですよ。それは県警がおかしい、元彦がおかしいの前に県民がおかしいですよ。日本っていう主語使わないで、兵庫って主語使って、だって岸和田はできてたんやから。大阪ですらできてることは兵庫できてへんのね。いや、あれは岸和田やからかもちゃうと思うで。泉佐野でもできてるで。泉佐野、だって、立花地元やのに選挙でもできひんや。ずっと言うてんやん。兵庫だけおかしいねんって。立花梅田のヨドバシで凱旋したかって人なんかけえへんねんで。いや、それが現実やんか。いや、それどんだけ田舎やん。だって、尼崎と梅田の違いであんだけの差出んねんで。尼崎は立花隆の支持者わー来るけど、梅田やったら誰もけえへんねんで。梅田やったら立花アホボケかすやつの数が多いんやで。いや、それが現実やねんって。尼崎と梅田のあの差で、あんだけしか離れてへんのに、いや、それがやで、それがなんかものすごい、なんか山奥の田舎とかで、おじいちゃんおばあちゃんしかおらへんかって、立花さんが来た、若い人が来て元気やな、言うて出てきてはんやったらまだわかるけど、尼崎やで。梅田まで電車で10分15分やで。それでそんだけガラッと変わんねんて。程度低いねん。で、我がの見た目ばっかり気にしてんねん。誰も見てへんのにお前のことなんか。ね、こんな田舎者ばっかりいるんですよ。本日、元県民局長の明治です。県庁前で喪服スーツによる斉藤知事に対するデモ活動が予定されています。彼らは遺族がそっとしておいてほしいと代理人を通じて伝えた願いを無視して未だに政治活動に利用しています。元県民局長の名誉や尊厳を守るという名目で集まりながら、そのご遺族が代理人を通じて発した静かに守ってほしいという明確な願いを無視してデモを強行することは明らかな自己矛盾です。やって。これ一個一個反論していっていい？まず、県庁前で喪服スーツによる斉藤元知事に対するデモ活動が予定されています。予定されていません。なぜかというと、スーツを認めていないからです。喪服だけです。喪服とスーツは違います。彼らは遺族がそっとしておいてほしいと代理人を通じて伝えた願いを無視して未だに政治活動に利用しています。記者会見の場で最終的に自死を選ばれたということは、懲戒処分を受け入れたと言うた斉藤元彦にも同じこと言ってきてください。元県民局長の名誉は尊厳を守るという名目で集まりながら、そんな名目掲げてません。どこにも書いてないです、そんなこと。勝手にあなたが思ってるだけです。そんなことを言ってないにもかかわらず、勝手にあなたがそうに違いないと思うということは、あなたがそうやって人の死を利用しているからです。ご遺族が代理人を通じて発した静かに見守ってほしいという明確な願いを無視して、斉藤元彦と増山と新田に言うてきてください。デモを強行することは、強行してません。誰かなんでか言うと誰からも反対されてないから。明らかな自己矛盾。そもそも、ご遺族の名誉や尊厳を守るなんてことを俺は言うてないからね。自己矛盾のしようがありません。全部あなたの妄想なんですよ。頭の中の妄想なんです。すごいよ。俺、斉藤元彦支持者チャットに入ってて、すごいよ、アホって。7月7日、県民局長忍ぶ会。県民局長忍ぶ会なんかやらないよね。県庁の周りで皆喪服を着てやるそうですよ。日本語おかしいけど。菅野保主催。もうここもおかしいです。遺族の了解を取ったらしいですね。取ってないよね。主人の無念を晴らしてほしいと、少数奥谷丸尾などの県議も出るとかわかりませんけどってこれ、すごいでしょ。いや、もうすぐ頭悪いでしょ。いや、頭おかしいねんって。ほんで残念ながらね、これが兵庫県民の偏差値50ですよ。頭おかしいねんって。偏差値50のレベルが。いや、よその都道府県行ったら偏差値35ですよ。そやけどこれ兵庫県民の偏差値50ですよ。話聞いとったら。
いや、出なかったら111万人も斉藤元彦に投票するかいや。すごいでしょ。てかね、百条委員会で知事側の公益通報者保護法の専門家として出てきたおっちゃんの妄言。見てみるこれ。信じられへんで。3号通報は内部告発ではないよ。外部告発だから、虚偽告訴罪の対象にもなるし、名誉毀損罪の対象にもなるわけです。いや、これが百条委員会で専門家言うて証言したんやで。これ俺さっき、配信始まる前にパッと目ついたんで、これこういうことです。告発と通報の混同という初歩的なミスです。内部告発の外部通報っていうことなんですね、3号通報って。告発と通報の区別がついてないんですよ。いや、こんなアホを専門家って呼んでくんのよ、県会議員が。デフォのラインがおかしいねんって。そやから俺さっきのもう完全に頭狂ってる人おったやん。これ偏差値50でしょ、これ。兵庫では。で、これ兵庫では偏差値50やねんって。せやからね、その区別がつかないの。なんで火曜日でなんで黒かとかっていうそのことをいちいち説明せなあかんわけ。素因数分解の授業を始めましょうね、言うてんのに、3の段の九九からやらなあかんのっていう気持ちですよ、こっちから言うたら。だってさっきの弁護士かってさ、弁護士が気違いなだけの話であってね、恥ずかしいのは弁護士話に、それを専門家やと思って呼んでくる県会議員ですよ。で、恥ずかしいのはもっと言うたら、そんな県会議員に投票してる連中ですよ。で、おかしいねんって、これ教育のレベルが下がってるんやなしに、おかしいねんって、そら、尼崎家族連続殺人事件起こると思うわ。程度低い。県民税上げるなんてことは絶対言いません、斉藤元彦は。斉藤元彦はアホなので、この予言は当たると思いますけども、県の財政が破綻しそうです。痛みを伴う構造改革が必要なので、県職員の解雇と県職員の給料を下げる改革を断行しますという大義名分で、自ら失職して知事選挙をもう一回やっていきます。アホのパターンは常にこれです。で、どっちにしても4月になったら統一地方選挙で任期満了で兵庫県議会の選挙が発生するわけですから、兵庫県知事選挙も議会選挙は任期満了であるからそれに合わせてやりますって言うてきます。いや、アホのやり方って常に一緒やねんから。だってこれで田舎の人喜ぶんやもん。ここ切り抜いてな。ここ、3分ぐらいでからここ切り抜いて。田舎の人はこれ喜ぶねんて。能力の低い田舎の人が公務員の給料下げる言うたら喜ぶねんて。公務員の給料下げたら自分が死ぬのに。公務員の給料下げたら民間の自分が死ぬっていう単純な経済資本主義の理屈が分かってないから、喜ぶねん、田舎の人は。絶対そうしてくるよ、あいつ。アホやから。アホのパターンってのはそれしかないの。兵庫県の財政が破綻しそうです。で、これは井戸県政のせいです。井戸県政でぬるま湯に使った県の職員の給料下げます。だから僕をもっぺん知事にしてくださいってやり直し選挙やってくるで。絶対やる。田舎の人はそれで喜ぶんやから。田舎の能力の低いおじいちゃんとおばあちゃんの騙し方ってのは常に一緒なんです。大阪見てたらわかるよ。この間、昨日の話じゃないけども、田舎の弱い人というのは、世の中には悪い奴がいると。その悪い奴をどうにかすれば世の中が良くなるというストーリーでしか世の中を解釈できないの。で、そんなに世の中に悪い奴なんて本当はいないのよ。属性としてというか集団としてね、個人としては斉藤元彦みたいに悪い奴はいるけど、例えば斉藤元彦見てたらわかるやん。斉藤元彦が悪いのは斉藤元彦が悪いだけの話であって、知事というものは悪いわけではないでしょ。で、これね、そうや、今喋りかけて分かった。これ例や。斉藤元彦が悪いということを説明しようと思ったら、田舎の人に説明しようと思ったら、公益通報者保護法っていう法律があってね、言うたら、いや、わし難しいこと分からへんね。で終わりやけど、いや、政治家って悪いじゃないですか。って言うたら終わりやん。いや、そういうことですよ。で、神戸の夜景が福島県のやつやったやんか。で、中島美美子がね、群馬でしょ。斉藤元彦の応援団ってほとんど県外のやつなんですよ。しかも田舎のやつなんです。いや、だからそういうことなのよ。YouTube の斉藤元彦の、あれ見てきてみ。コメント。3分の2ぐらい県外から応援していますやで。いや、ほんまに。
いや、でも嘘やと思って今ちょっと俺今コーヒーとか手止めて、斎藤元彦の YouTube チャンネル見に行ってきてみ。で、コメント欄見てみ。嘘やって、俺自分で操作したら、俺の操作が疑われるの嫌やから、自分で見てきって、斎藤元彦の YouTube。コメント欄、県外から応援していますっていうコメントめっちゃあるで。ほんまやろ？県外のやついっぱいいるやろ？で、まあ、ということで、元彦はきっと、っていうか必ず、そうやってきます。県の財政が破綻しそうなので、多分、この明けた4月、来年4月の、統一地方選挙の県議会議員選挙に向けて、兵庫県の財政が破綻するから、職員の給与を削減するしかないという掛け声でやってきます。絶対やってきます。でね、これね、その田舎の人にはさっきから言うてるように、田舎の人にはたまらなく響くんです。公務員の給与。今日の毎日新聞なんですけど、今日の毎日新聞です。まあ、後で15分動画でも話するんですけども、国会がようやく動き始めます。高市氏国会軽視批判に傍選ということで、まあ、なんで止まってたか言ったら高市早苗が国会に来ないからなんですよ。でね、これね、ちょっと悔しいけどね、昨日、てかまあ、神谷宗平 VS 高市早苗っていうのがあったんですよ。でね、これちょっと深刻な事態なんですけど、高市早苗と神谷宗平比べたときに、神谷宗平の方がね、正論言うてるんですよ。これ、神谷宗平の方が内閣総理大臣よりまともというね、それこそ国家緊急事態宣言出さなあかんことですよ。いやもうすごいんです。神谷宗平昨日ね、ここは俺の見解の相違やけども、神谷宗平は、我々は定数削減に反対しているわけではないとした上で、与党に有利な仕組みを合意形成がないまま進める国会のプロセスに問題があると述べたと。数十億円を減らすより、国会に多様な意見を反映させる方が国民にメリットがあるっていう答えなんですけど、6日の決算委員会で参政党の神谷宗平代表は首相に議員定数の削減は国民にどんなメリットがあると考えるのかと尋ねた。総理は経費面の影響としか答えられへんねん。経費面の影響やで。で、こういうことしか言えないんですよ。で、こういうことしか言えないんだけど、こういうことを言うと田舎の人は喜ぶんです。これでね、通用すると思ってんねん。ほんで実際、高市早苗の選挙区、俺の地元なんでようわかりますけど、天理やったら受ける。天理やったらめっちゃ受けると思う。この程度の話が。天理くっそ田舎ですからね。要は神戸天理ぐらい田舎なんですよ。これ受けんねんて。ほんで、天理限定ちゃうって絶対兵庫でも受けるよ。だって田舎の人を騙そう思ったらこれが一番効くんやもん。だって誰かが痛い思いしてんねんで。誰かが痛い思いしてるっていう段階で喜ぶんやから。誰かがしんどい思いしてるということで嬉しいねん。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。